だよね。ここだけ砂で。こんにちは。人を巡る旅はみ肉チャンネルです。昨日車中泊したふるさと海岸駐車場からすぐ近くに超有名店がありました。テレビなどでよく放送されてますね。マルトマ食堂さん。そろそろ来たらいいでしょ。何時間待ってる？2時間ぐらい待ってる。いや、2時間になるね、もうすぐ。ね。1時間半で行けるかなと思ったので。はい、こちらになります。すごい。雑然とした店の雰囲気はいかにも市場の食堂風でいいですね。ここで有名なのはホッキカレー、超甘いビ丼、マルトマ丼など。カレーがいいんだね。妻はホッキカレーを注文、私は定食を注文するとホッキカレーはあっという間に出てきました。いいよ。そっか、カレーだから早い。じゃあ自分で買った。もう欲しくて。今見てないから2万ください。めちゃくちゃ美味しい。すごいホッケがいっぱい。だって。あるとこないね。バターあって買いに行ってるけど。カレー以外に。完全にただ忘れてたな。だって炒めたらすぐ来るもんね。そうだよね。前の席の方は超甘いビ丼、生で見る迫力はすごい。お疲れ様でした。旅の話題として行くのはありですが、3時間近く時間がかかるのはもったいない気がしますね。はい、3250円。はい、すいません。6号線めっちゃまっすぐです。苫小牧から一気に支笏湖へ向かいます。山道を延々とまっすぐ進みます。依然鹿は出てきません。来ないでいます。鹿は出てきてもいいけど、捕んないでほしいね。なんて贅沢な。動物園行けって話だよね。それは違う。あ、国有林って書いてあったね。信号で左方向です。ここから登るかな。支笏湖に来たらぜひ行きたい場所が1カ所ありました。苔の回廊という場所です。続いて支笏湖の南西側、樽前山のふもとに広がる苔の峡谷です。左方向です。モラップ駐車場から徒歩で4キロ弱。ここから2人で歩いていきます。で、ここをずっと歩っていく。キャンプ場近くに20台程度の駐車スペース。素敵なカフェとトイレがありますが、車中泊は禁止。ここにハリスホークのミッキーくんがいました。国道276号沿いを歩いて苔の回廊に向かいます。まずは紋別橋まで 1.8km の道のり。苔の回廊行ったんですか？苔の回廊を含めてこの辺りをぐるっと一周してきたそうです。すごいですね。これから行こうと思うんですよ、苔の回廊って。紋別橋のたもとを降りて上流に向かっていけばたどり着けるそう。途中ロープが張ってあって立ち入り禁止の表示があるけど自己責任で入ってきたと言ってました。これ通れるか？またがなきゃダメか。そこ通れないよね。いや、これはなかなかだな。いや、こっち。こっちから行けばいい。あ、そうか。ここからどれぐらいなの800メートルとか。ええ
ょっぱなからすごいな。登れる？こっちから行く？そっちも大変じゃない？苔の長さだよな。昔こういう形の生き物がいたよね。この足がいっぱい生えてるトゲトゲのカンブリア紀のハルキゲニアですね。駐車場近くのキャンプ場は休日を楽しむ方々でにぎわっていました。ここに宿泊できればいいんですが、予約してなかったのですでにいっぱい。他に車中泊できそうなところを探しますが、支笏湖周辺はほぼ車中泊禁止。残念ながらここは車中泊禁止だそうです。休憩村近くの駐車場、とってもいいところなんですが残念です。支笏湖温泉付近には駐車場とトイレがありますが、夜間にはトイレが使えないようでした。結局約 30km 東に移動して道の駅に宿泊。明日はまた支笏湖に戻って温泉に浸かります。結構いろいろできたよな。野菜ばっかだけど。赤いものがないけど。日本酒あれば何でも OK だな俺。多分。ここから30キロ以上道なりまっすぐです。もうすぐ信号もなくなります。そうなのか。なんかちょっと今日は生姜焼きとか食べたいな。さっき唐揚げ生姜焼きを見たからでしょ。ああ、そうか。ちくわ以外のものを食べたいな。別にちくわをさ、生姜焼きに見立てて食べようとしてるわけじゃないんだよ。なんかいつもちくわあるよな。いや、残したからですね。いや、だからチャーハンでも作る気してんのかなと。ああ、チャーハンもいいな。いや、卵ない。なこと言ってて結局鍋なんじゃねえ。その電信柱が立ってるところはなんかありそうだな。ね、ちょっと細くありサイクリングしてたから道がさ、途中で分かれてたじゃん。あっち通ってんのかもしれないね。すごい。何これ。うわー、水面が近い。広いね。支笏湖周辺の道は目的地までが絶景の北海道らしいドライブコースでした。
吸い込まれるような青い湖面がどこまでも続いています。ああ、ちょっと止まろうかな。支笏湖の広さを感じられる写真が撮れるスポット。本当だ、水すごい綺麗だな。これは違うかった。モーターボート、モーターボート。すごいな。手振れ、手振れ。何？手振れ？すごいね、あれ。釣りかな。じゃあじゃあそこにもいっぱい釣りいる。こんなにいっぱい。何釣れるんだろうな。すごい釣りなのかな。ね。くっついて。オロピナイ園地。ここを過ぎると木陰の細い山道になっていきます。ドゥンドゥンドゥン。やっぱようちゃんそれ歌ってたよね。だから、私が今歌ってる。創業100年を超える宿、人を守る会で唯一湖畔に位置するお宿です。綺麗な道だな。日が当たってるから今日緑がすごい綺麗だよな。でこんないっぱい止まってんだ。目的地に到着しました。お疲れ様でした。ああ、いっぱいなのか。少しは待ってるしかないのか。満杯です。あ、日本人を守る会丸駒温泉旅館。土日しかやってません。綺麗なホテル。丸駒温泉の始まりは大正4年、初代佐々木初太郎が支笏湖畔で温泉を発見し開業。丸駒という名前はイオン運搬の馬が傷を癒した場所だったことに由来すると伝えられています。JAF だと1000円だね。なんで？ここがすごいのはスタッフの対応がどのエリアでも抜群にいいこと。さすが超有名宿といった感じでした。館内はホテルのような品のいい作り、食事もご覧の通りで美味しそうです。あ、本当だ。うわ、ちょっとここすごい。うわ、すげえな。この景色。びっくりした。私このまま今行きそうだった。いや、それはないだろう。いや、今見えてなかった。すごいな。よっちゃんいなかったら使ってた。日帰りで入れるのは大浴場と野天風呂。支笏湖を一望する素晴らしい眺望のお風呂です。宿泊すれば展望露天風呂や家族風呂、サウナも利用できますね。何より日帰り客がいないときにゆっくり入浴できるのはいいでしょうね。お風呂はめっちゃ良かったけど大混雑だったな。続々とやってくるね。したあ、待ったから来たけど、これをまっすぐ行く。何キロ道なりですか今度は。そんなでもないよ。先ほどじゃないよね。こっちが止まるよ。まっすぐ？こっちも止まるなの？目的地は札幌の南に位置する霊園。
霊園というイメージを超えたアートと自然が融合する独特の空間として知られています。うわー、なんで？どういうこと？すご。もう入り口にあるんだ。霊園の重苦しいイメージを払拭しようと、このようなことを始めたそうです。世界的建築家安藤忠雄が設計した頭大仏。ラベンダーの丘から大仏の頭だけが現れる大胆なデザイン。夏には約15万株のラベンダーが咲き、紫の丘の中から静かに大仏が姿を見せます。狙い通り暗い墓地のイメージは払拭できたようですね。恵庭は都会だな。今日の寝床に向かいます。高速道路。恵庭市。恵庭の道の駅、とっても大きくて人がたくさんいます。なんだろう、焼き鳥の匂いですけど。焼き鳥でした。すごくいい匂いする。肉が食いたいということで買っちゃいました。ステーキ。生姜焼きからずいぶん奮発しちゃいましたね。洋食レストランだね。そんなに。でもいいか。なんでイカかわかんないけど。北海道日本しか買えないな。お疲れ。うまい。おー、かっこいい。あっち降りるんだ。すっげえな。野鳥がたくさんいると聞いてウトナイ湖を目指しています。ここで会いたかったね。うん。水はすごい綺麗だな。鳥はいないけど。鳥出てこーい。2人ですよ。ノーザンホースパークは引退競走馬やポニーたちと触れ合える北海道屈指の人気観光スポット。1989年に開業し、馬と大地と人の絆をテーマにした自然公園としてスタート。競走馬の育成で有名なノーザンファームを母体としていて、現在は約80頭の馬たちが暮らしています。こっち来るよ、こっち。なんか虫がいっぱいだ。ちょっとあっちのゲートも行ってよ。